さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は自然保護皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は自然保護、意思決定者は私たちについてお話しします。いきなりですが、チンパンジーが釣りをするってご存知ですか？釣りといってもシロアリを釣り上げるのですが、そのためにわざわざ小枝の葉をむしり取り、アリ塚の穴に差し込んで釣って食べるんです。このチンパンジーが道具を使うことを最初に発見したのがイギリスの動物行動学者ジェーン・グドールさんです。彼女の発見は画期的でした。それまでは道具の使用こそが人間と他の動物の境界線と考えていたのですが、それを覆したからです。グドールさんはチンパンジーの研究を西タンザニアのゴンベ国立公園から始めました。グドールさんが自然保護を目的とする団体 JGI は Google ストリートビューでも人々を仮想の散歩に連れ出し、自然の美しさを見せてくれます。また適切な保護なくして失われたものも見られるので、連れ出された私たち自身はいつの間にか意思決定者と名付けられていることに気がつきます。再生があれば残念ながら破壊の話もあります。しかもそれが新型コロナのパンデミックの原因とも少なからず関係があるようなのです。世界で最も恐ろしいと言われているウイルスにはニパ、ヘンドラ、エボラ、マールブルグ、SARS などがあるのですが、エボラのような出血熱は致死率が高く約 90% が死亡します。コロナはそれほどでもありませんが、大変早く拡散します。注目すべきはこれらすべてのウイルスをコウモリが媒介するということです。ウイルスが自然界から人間界へ媒介するコウモリの仕組みは主に次の2点です。1、コウモリは群れるのが好きなため狭い場所に一緒に住み、結果おびただしい数のコウモリが感染する。2、バタバタと飛ぶコウモリは体温が40度まで上昇、体内では少数のウイルスが熱に耐えられるよう変異していき、人間の体温にも耐えられるようになる。1、2の仕組みでコウモリは自身は生き延びつつも人間など他へ感染させる力を持つということなのです。事実、ニパの人間界最初のアウトブレイクはマレーシアで起きましたが、コウモリの森の近くの養豚場で豚を介して起こりました。コウモリとしても人間が森林を破壊すると住む場所がなくなって人間界との距離が近づくことになります。ということはつまり環境破壊に対する自然保護というものがどこか遠い世界の話ではなくてずっと身近に感じられませんか？新型コロナの発生の原因は究明されていませんが、グローバリズムが進んだ結果、アフリカやアジアの環境破壊から感染が始まれば、数週間後には東京や大阪というわけです。さあ、それでは意思決定者の私たちはどうするべきでしょうか。 SDGs といって持続可能な開発が近年日本でもよく謳われています。環境問題と一口に言っても、まさかパンデミックの原因のそれの一つに自然破壊があるとは知りませんでした。知るということは行動の第一歩と思います。作家解剖学者の養老孟司さんはこう述べられています。生き物が住みにくい世界は人も住みにくいと。この言葉を念頭に少しずつできるところからやっていけたらと思います。
け動画ですが、本日はおしゃれな暮らしの新基準、それってサステナをお送りします。ご紹介する付録の雑誌グロー2021年10月号の表紙をそのまま読ませていただきました。タイトルのご機嫌さがさすがですね。表紙は麻生久美子さんです。普段使いにぴったりのトートなのですが、ちょっとこだわる説明が必要ですね。まず環境に配慮した再生素材、再生コットンと再生ポリエステルを利用しているのですが、これは雑誌グローで初めてのことだそうです。ロゴは注目のビーガンフレグランスロシャス、パリ発のコレクションブランドでサステナブルな取り組みの香水ロシャスガールオードトワレを発売しました。動物由来成分を使用せず 90% が天然由来のフレグランスだそうです。ポーチをインしてトートの仕切りにもできます。つまりトートとポーチはセットでも単独でも使える 3way。 ポーチはメガネや充電ケーブル、ペンなどを入れる小物使いにおすすめ。環境に配慮しながらもロシャスガールのロゴはスタイリッシュなので、本編でお話しした SDGs の波にも無理なく乗れますね。以上、ウェルビーイングなトート&ポーチでした。それでは今日の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは、またね。